ございます。今日朝一番で向かうのはカタルーニャ音楽堂です。それでは行ってきます。カタルーニャ音楽堂に着きました。こっちが正面玄関なんだけど、着いたのが裏口だったので裏口から入りました。ここはカフェらしい。入った瞬間めっちゃクラシカル、いい雰囲気だ。入場時間は30分ごと、朝一の9時のに予約しました。階段登ってメインホール向かいます。うわー、すごい。天井の迫力すごい。ステンドグラスきれい。このステンドグラス重さ1トンもあるんだって。すごくない？どうやって作ったんだろう。パイプオルガンの音色も大迫力だった。どこを見ても細かい装飾がしてあって本当に見応えがあった。お次はカサ・アマトリエルに行こうと思います。この建物はスペインの老舗チョコレート屋さんの3代目オーナーのかつてのお家だったそう。見学の前に床の損傷を防ぐために靴にカバーをしました。なんか貴重な建物に入るんだって感じがしてワクワクしますね。早速行ってみましょう。こちらがダイニングルーム。ガラスの装飾がかわいいランプ、床や天井など細かい部分にもこだわりを感じる。この丸とひし形でできたステンドグラス、モチーフになっているようで家のいろんなところで見ることができました。かわいい。柱に顔ついてる。こちらはオフィス。重厚感あふれてる。見学が終わったのでオーディオガイドを返却して靴のカバーを脱ぎます。今チョコレートって言ったよね。階段を降りて扉開けたら1階のチョコレート屋さんに繋がってた。こういうストリートパフォーマンスいいよね。少しお腹が空いてきたのでブランチ食べようと思います。365という地元の方に人気のカフェチェーンに来ました。チキンのパンのサンド食べます。チキンサクサクでこの硬いフランスパンとの相性最高。美味しい。次は大野広場というところに向かおうと思います。電動キックボード、街中至るところで見かけました。いいな。到着。この広場、コロンブスが新大陸を発見して帰ってきた時に当時の王が出迎えた場所なんだって。一時期は犯罪者の処刑も行っていたそうで、いろいろな歴史が刻まれている場所ですね。実はこの王の広場の下にさらに昔ローマ時代の遺跡も眠っているみたい。それを見に次はバルセロナ市歴史博物館に移動しました。地下に降りたら一面ローマ時代の遺跡が広がってます。1931年に建物の補修工事のために土台を掘り返したらローマ時代の遺跡が出てきたんだって。これゆるキャラみたいでかわいい。透明のね通路が遺跡の上に張り巡らされているのでかなり近くで遺跡見ることができました。当時のワインの製造所とか調味料の工場とか当時の人々の暮らしが想像できてかなり見応えあった。楽しかった。でっかびと歩いてます。お次はサンタマリア・デルマル教会に行きました。
教会は当時の市民や船乗りの方々が作った教会なんだって。中は厳かでシンプルな感じ。というのもスペインの内戦で装飾が全部焼けちゃったんだって。11日間も燃え続けて、天井には当時の黒いすすも残ってるみたい。シンプルな教会と、それと対照的にステンドグラスがすごい鮮やかで、とっても印象的だった。お腹が空いたのでお昼にしたいと思います。 Google マップで口コミ3000件以上でめっちゃ高評価だったお店に来ました。50年以上続く老舗のタパス屋さんなんだって。メニューは QR コードをスキャンして携帯で見るタイプ。顔がこわばってる。日曜日のランチタイム、すごいにぎわってる。韓国トマテ。おいしい。トマトのパン結構シラシラかな。イカのフライ。食べます。どの料理も全部美味しかった。大満足のお昼ご飯でした。お次は現代アートがたくさん展示されているモコミュージアムに行きます。入場しました。コンパニオンが有名なカウズ、世界で最も有名なストリートアーティストバンクシー。日本からは草間彌生やチームラボの作品が展示されていました。作品を見るだけじゃなくって実際にその中に入って作品の一部になったりして体験しながら楽しんだりできて、新しいアートの楽しみ方ができたと思います。ノーエンパナダスノーライフ、気になるお店を発見。エンパナダスは具入りのパンだそうです。見た目はなんか大きい餃子に似てる。購入してみたので食べてみたいと思います。具はいっぱい入ってて美味しかったんだけど、ちょっと冷たくて残念。ノリノリでね、地下鉄に向かっています。切符を通して改札を抜けます。なんでこんなにウキウキしてるかって、それは今回の旅行の最大の目的、ガウディの作品が見れるから。これから向かうのはカサミラ。地下鉄乗って移動していきます。カサミラに到着しました。直線部分を全く持たない建造物。外観からガウディらしさ全開。部屋の中は当時のブルジョア階級の生活が再現してあった。なんか落ち着いた感じでいいですね。最高のために作られた中庭やクジラの口の中みたいな屋根裏、ガウディのこだわりを感じます。そしてカサミラで一番感動した屋上に来ました。波打つ床とそこに立つたくさんの煙突たち。笑ってる人に見える。なんだか癒し系の顔の煙突がたくさん並んでます。波打つ屋上と煙突、そしてここから見えるバルセロナの街並み。あ、サグラダ・ファミリア発見しました。とっても幻想的で時間を忘れるほど綺麗だった。見終わる頃には日も沈んで暗くなってきました。今日も一日楽しかったな。海外で食べれる貴重な一食。膝が痛くて外出できず。なのでホテル近くのピザ屋さんでピザを調達しました。地元の若い人たちが至る所でピザを食べてた。公園でみんなで食べてたり、電動キックボードながら食べとかしてた。それを見てるとなんだかピザが食べたくなってきて、私も買っちゃいました。ピザ1ピースが 2.9 ユーロ、安い。しかもでかい。
2ピース買って日本の M サイズの箱がいっぱいになるぐらい。これはこれでいい夜ご飯だった。